皆さんこんにちは。今回はですね、こちらの LCD エクスパンションユニット2、こちらはですね、先日に単品販売が開始されたんですけれども、こちらについて、紹介したいと思います。まずこの LCD エクスパンション2なんですけれども、結構多くの方がですね、この EX NEXT の画面のただの予備でしょうっていうふうに、思ってる方多いんじゃないかと思うんですけれども、こちらの LCD エクスパンション2ですね、実はかなり、これ単体で使えるですね、便利機能が、ついてます。で、それが何かっていうのを今回この動画で詳しく紹介したいと思うんですけれども、実はですね、この LCD エクスパンションユニット2でですね、サーボの設定ですね、ケオプロポのサーボの ICS 設定がですね、パソコンと同じように、細かくできてしまいます。つまりですね、この LCD エクスパンションがあれば、パソコンがいらないですね。パソコンをコースに持っていくことなく、サーボの設定が細かくできてしまいます。でしかもですね、今回の新しいグラスパー2、シリアル通信のサーボだけじゃなくてですね、今まで現行で販売されているですね、ケオプロポのICS 機能のついたサーボですね、全部、この LCD エクスパンションで、いじれてしまいます。つまりですね、この LCD エクスパンション2は、サーボのセッティングアダプター的な、役割もしてくれるということになるんですね。なのでですね、この EX NEXT 持ってない方でもですね、LCD エクスパンション、単品で購入していただければ、ケオプロポのサーボが、パソコンなしで、細かくいじれるようになります。ということでですね、今回この LCD エクスパンション2を使って、ケオプロポのサーボの ICS 設定を変更する方法をこの動画でご紹介したいと思います。まずですね、この LCD エクスパンション2を使って、サーボを設定していくのに必要なものなんですけれども、一つはですね、電源ですね。この LCD エクスパンションユニット自体はですね、電源を持たないので、6V から 7.2V の、電源が必要になります。で、ちょうどいいのはですね、このプロポのバッテリーですね、プロポ用バッテリー。今回この、ケオプロポから出てる、リフェバッテリーですね、TX リフェバッテリーを使って、やっていきたいと思います。で、もう一つ必要なのがですね、こちらですね、二股ケーブル、二股コードですね。こちらを使って、バッテリーと、サーボ両方をですね、この、LCD エクスパンションユニットに、つないであげます。はい、ではですね、ちょっと見やすいように、カメラの位置を変えていきます。はい、ではやり方を順番に説明していきたいと思います。まずはですね、こちらの二股コードですね、こちらをですね、エクスパンションユニット2の、ここに今キャップがついてるんですけれども、このキャップを外すと、コネクタ挿す部分がありますので、こちらにですね、二股コードをつなぎます。で、この二股コードのですね、片方の方ですね、こちらに、バッテリーをつなぎます。はい、そうするとですね、このような画面が出てきて、こんな感じの、画面に切り替わります。で、ここにですね、サーボモーターセット、シリアルサーボモーターセット、マスターアップデートっていう風に項目が出てくるんですけれども、まずですね、こちらの従来の RSX とかですね、BXX3、2とかのですね、従来の ICS サーボを、設定するときはですね、こちらの、サーボモーターセット、一番上の、項目を、選択します。そしてですね、今回のグラスパー2ですね、新しい、今はまだグラスパー2しかないんですけれども、BSX の 4S 系ですね、4S のサーボを、設定するときは、この下のですね、シリアルサーボモーターセット、こちらを選びます。まずここでですね、2つ、選択していただく形ですね。アップデートっていうのはですね、この、マスターユニットの、EX NEXT ですね、NEXT のアップデートに、するときに選択する項目ですので、今回は、使えません。で、まず最初にですね、サーボモーターセット、一番上の項目を使ってですね、従来のですね、ここに今 RSX3 のパワーっていうスタンダードの、サーボがあるんで、こちらの方のですね、サーボを見ていきたいと思います。ということでですね、この、二股コードでつないだ、もう一個の方ですね、こちらに、つないでいきます。はい、でサーボをつないだら、このエンターですね、サーボモーターセットのところにカーソルを合わせてエンターをします。でしばらくするとですね、このように、画面が出てきますね。これ、パソコンでいじったことある方だったら、見覚えのある文字かと思うんですけれども、
ストレッチ1からストレッチ2、ヘッドバンド、タンピングパンチっていう項目が出てきてですね、こちらに、カーソルを合わせてエンターを押すと、数字がこういう風に変わって、いじることができます。でエンターを押すと、それが反映されて、もうエンターを押した時点でですね、数字の方、サーボに反映されますので、これで、変更完了という形になります。ですね、このストレッチ1とか2とか、この辺の、項目の説明に関してはですね、以前動画で、サーボの設定方法っていうですね、動画作りましたので、そちらで詳しく説明していますので、そっちの動画をぜひご覧ください。概要欄のところにですね、URL 一緒に貼っておきたいと思います。はい。でそんな感じでですね、サーボモーターの設定いじっていきます。でバックで、この前の画面にですね、戻ることができます。でついでにですね、今度、シリアルサーボモーターの項目を使って、グラスパーツ2も見ていきたいと思います。シリアルサーボモーターですね。こちらのところで、エンターを押すと、このような、ちょっと今、じりじりと音がしてるんですけれども、こちらですね。はい。このような画面に入っていきます。で、この ID っていうのがね、見覚えない、項目かと思うんですけれども、この ID っていうのでですね、サーボの1チャンネル、2チャンネルをですね、選択してあげることができます。でこれはですね、シリアル通信の BS っていうポートを使って、サーボをですね、2つ動かすときに、使う、基本的にはエンジンカーかと思うんですけれども、ここでですね、ID1 っていうのがですね、チャンネル1、ステアリングですね。で、ID、これをですね、いじって2にしてあげると、スロットルの方ですね、2チャンネルに、連動する形になります。なのでですね、エンジンカーで、シリアルのサーボを2つ使うときはですね、これ1つ、ステアリング側に使うサーボに関しては、これをですね、1チャンネルに合わせてあげて、スロットルですね、エンコン側に使うサーボに関しては、これをですね、2チャンネルに設定してあげると、2つともですね、BS ポート、これもですね、こういった、二股コードを使うんですけれども、シリアルポートからですね、こうやって二股コードを使って、どっちもシリアルでですね、サーボを動かしてあげることができます。であとは同じですね、この辺のストレッチ1、ストレッチ2っていう項目に関してはですね、サーボの設定方法という動画をぜひご覧ください。でですね、この、シリアルサーボに関してはこちらの繰り返し、周波数ですね、こちらの項目が、新しく追加されています。この周波数に関してはですね、基本的にはですね、低周波、低い周波数ですね、×1 とか ×2 とか、低い周波数の方がですね、結構、アグレッシブに、バキバキと動く方向になってですね、高い方向に持ってってあげると、結構スムーズで滑らかな動きになる傾向にありますので、こちらもですね、ぜひ、いろいろ、周波数変えて、結構これ動き変わるんでね、試していただけたらと思います。はい、そんな感じでですね、はい、でまたバックでこの画面に戻ります。ちなみにですね、今ここの、文字ですね、英語で書かれてるんですけれども、これ EXNEXT につないであげて、ラングイッチのところですね、ここをですね、ジャパニーズにしてあげると、日本語表示も、可能になります。でですね、もう一つ、今回、やり方を紹介したいのがですね、この EXNEXT に、このプロボ持ってる方ですね、ちょっとまた、カメラのアングル変えます。はい、EXNEXT ですね、持ってる方もですね、これ実はですね、このプロポから取り外さなくてもですね、この画面に、先ほどと同じようにですね、二股コードとバッテリーつないであげることで、設定ができます。EXNEXT 持ってるけど、サーボはですね、今までの昔の、古いタイプの ICS 設定ができるサーボを使われる方なんかはですね、このようにですね、プロポに直接つないであげることで、ICS 設定変えることが可能になります。その際ですね、このようなですね、延長コード、あるとすごい便利です。プロポに直接つける場合はですね、ちょっとこのようにですね、高さが出てしまうので、このようなですね、延長コードを、間にかましてあげるとですね、すごい作業がやりやすくなります。このようにして、バッテリーをつないであげるとですね、ちゃんと、下に置けるのでですね、そして、もう延長コードもう1本ですね、もう1本を、反対側にですね、
げると、すごくやりやすくなりますね。はい、こんな感じですね。延長コード、2本用意してあげると、長さに余裕ができるのでですね、より、サーボの設定変更ですね、やりやすくなるかと思います。ケオプロポでですね、こういう、200mm のですね、延長コード出てますので、こちら使っていただくのが、おすすめになります。はい、そんな感じでですね、プロポに、つけたままでもできますし、エクスパンションユニット2ですね、こちら単体につなぐことでも、このようにサーボの設定が、簡単にできるようになります。はい、ということでですね、今回は、LCD エクスパンションユニット2を使ってサーボのですね ICS 設定を変更する方法をご紹介しました。またですね、こちらの動画のコメント欄にてですね、随時ですね、こちらの動画でやってほしいネタの募集をしておりますので、なんかやってほしいなっていう内容ありましたらですね、ぜひコメント欄書き込んでください。では今回の動画は以上になります。それではまた。